小泉道具店というのは、おかげさまで、空間のデザイン賞とかいろんな賞をいただいております。で、多分いただいている理由としましては、この建物も、築50年ぐらいの建物です。で、これ実はこの町が、できた当時、公団住宅ができまして、栄えた時代にできた、商業住宅というんですかね、靴屋さん兼住宅だったんです。で、この地域に実はその当時の建物が全く残ってないんですね。で、どんどんいわゆる壊されていくと。当時の戦後の建物ですから、一番素材としてもあんまりなくて、華奢で弱い時代だと思いますので、で、その当時のものが壊されてますので、なんとかこの町ができた当時の建物を残したいという思いで、古い民家を直したというのが一つ特徴だったと思います。で、それをするにあたって、少し一部増築をしながら、この建物を外から中から構造的に強くするような構造の作り方だとか、その隙間に出た空間の作り方がちょっと多分、独特で面白かったんじゃないかなということで評価を受けているという感じだと思います。我々はこうやって後ろにあるような製品もデザインしてるんですけども、同時に建築とか空間のデザインもしています。で、この建物自体が古い建物を残すという大きなコンセプトがある中で、少し感覚的に感じるようなもの。例えば、ドアの取っ手が、まず最初に触る建物の部分が、真鍮で銅を叩いたものとかですね。壁に塗られているこの、材料が、漆喰という材料なんですけど、そこに、我々が今までいただいた DM だとか、名刺だとかをですね、どうしてもゴミ箱になかなか入れづらいところなんですけど、それをシュレッダーで、細かく、刻んだものを壁に塗り込んだりしています。あとは古い、例えば古道具とかですね、今まで使い古されたような材料も含めて、この空間の中に少しずつ散りばめていくことによって、なんとなく時間とか記憶みたいなものがこの空間に宿っていくような、そんな仕掛けをここではしています。じゃあ、1階お店なんですけども、2階の事務所に上がっていきたいと思います。こちらが2階の仕事場になります。で、仕事の種類なんですけども、日本全国の、生産地に伺いながらものづくりをしているんですけども、デザインの種類で言いますと、家具デザインという、家具デザイナーという、言い方をしてるんですけども、日本の家具というのは、もともと建物に家具が備われていたような歴史がありますので、僕自身もいわゆる箸置きから建築という言い方をしてるんですけど、いわゆるプロダクトから、俗に言う一テーブルの家具から、あとはインテリアデザイン、それから一人の人というよりは、生活を包んでいくような家全般、そこまでをデザインすることで家具デザイナーという言い方をしています。で、ただ単に形を作っていくというよりは、地域に出向いて地域の人との関係を作ってですね、ものづくりが持続していくと同時に、そのメーカー工房が、同じように持続して仕事を続けられるようなことを、作っていくのが、我々のデザインの方法だというふうに思っています。